やあみんな、今日は日本の学校で本気でびっくりした校則トップ3を紹介するよ。日本で生まれ育った私が文化的背景も含めて解説していきます。正直言って海外から見たらマジでってなるやつばっかり。でも日本では当たり前として受け入れられてきたんですよね。知らないと損する日本の校則、海外とここまで違うのってびっくりするはず。それでは早速第1位から見ていきましょう。まず1つ目、黒髪強制ルール。日本の多くの学校では洗髪やパーマが禁止されています。なんで髪の色まで学校に決められなきゃいけないの？清潔感みんな同じで平等という考え方が根底にあるんです。僕の国ではピンクでも青でも全然 OK なんだけど、欧米では髪色端っこ表現の一部という認識が強いですからね。しかも生まれつき茶色い髪の子も証明書を出さなきゃいけないって聞いたよ。そうなんです。地毛証明書という制度がある学校も実際にあります。それって逆に差別じゃない？確かに問題視されています。でも学校側はトラブル防止と説明するんですよね。アメリカだったら髪の色で生徒を制限するなんて訴訟ものだよ。日本では内申書に響くという恐れもあって従わざるを得ない空気があります。自分らしさを表現できないってちょっと窮屈すぎない？個性より集団の調和を重視する日本特有の文化が影響しているんです。2つ目はスカート膝下服装規制。女子のスカート丈は膝が隠れる長さを指定されることが多いです。スカートの長さまでミリ単位で測られるってマジでやばくない？定規で測る先生もいるという話は確かに聞きますね。僕の国では制服がない学校も多いし、あっても丈にそこまで厳しくないよ。ピアス、メイク、ネイル、カラコンなども基本的に禁止されています。なんでそこまでおしゃれしたい年頃なのに。風紀を守る勉強に集中させるという建前があるんです。でも正直スカート短くしたら勉強できなくなるわけじゃないよね。その通りです。実は性被害の予防を理由に挙げる学校もあるんですが、それって被害者側を規制してるだけじゃん。そこが大きな問題点として議論されています。加害者側の教育こそ必要なのに、しかも女子だけ厳しく規制されるのも不公平だよね。男子の服装についてはあまり細かく言われないケースが多いですからね。オーストラリアではピアスもメイクも基本的に自己責任だったよ。日本では見た目の統一が指導する側にとって都合がいいという事情もあります。結局大人の都合じゃん。残念ながらそういう側面は否定できませんね。そして3つ目、部活ほぼ強制参加。中学高校では何かしらの部活動に入ることが事実上の義務になっている学校が多いんです。自由参加じゃないの？形式上は任意でも実際は入らないと白い目で見られる雰囲気があります。アメリカではクラブ活動は完全に自由で楽器ごとに変えてもいいし、何も入らなくても全然普通だよ。日本では平日は放課後、土日も活動があり、帰宅が夜7時や8時になることも珍しくありません。それって子どもの自由時間ゼロじゃん。協調性を学ぶ根性がつく上下関係を身につけるといった理由がよく挙げられます。でも疲れてても休んじゃダメな空気があるんでしょ。それってもはや強制労働では？実際部活動が原因で体調を崩す生徒もいます。ブラック部活という言葉もあるくらいで、勉強したい子、アルバイトしたい子、家族と過ごしたい子、みんな事情が違うのに、みんなで頑張ることが美徳とされる日本文化が影響しているんです。先生たちも大変そうだよね。休日も来てるわけだし。その通りです。顧問の先生も実は疲弊していて社会問題になっています。じゃあ誰も幸せになってないじゃん。システム自体を見直す時期に来ているのかもしれませんね。というわけで今日紹介した3つの校則、共通点があるよね。そうですね。個性よりみんな同じを優先する文化が根底にあります。それとトラブルを避けるためにルールで先回りして縛る発想。予防のつもりが過剰な規制になってしまっているケースが多いんです。日本で育った人には当たり前でも海外から見るとかなり特殊だよね。最近は日本国内でもこれらの校則を見直す動きが出てきています。実際ブラック校則という言葉も広まってきたし、変わり始めてるのかな。
少しずつですが生徒の個性や自主性を尊重する方向に進んでいる学校もあります。みんなに質問。あなたの学校にはどんなヤバい校則がありましたか？海外の学校のルールで驚いたものがあればぜひコメントで教えてください。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録もよろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。